皆さん、こんにちは。藤です。このチャンネルは日本語の勉強をしている方へ向けたチャンネルです。リアルな日本の文化や私の身の回りで起きたこと、日々感じたことなどをゆるくお話ししていきます。学校で習わないような自然な日本語をお届けするので、皆さんのリスニング力向上に少しでもお役に立てたら嬉しいです。この間、何十年ぶりにヤクルトを飲んだんですよ。ヤクルト知っていますか皆さん。なんかちっちゃい肌色の飲み物なんですけど、説明めっちゃ下手だな。乳酸菌が入っている甘いドリンクです。そう、それを久しぶりに飲んだら、すっごい懐かしくて、そうそうこの味みたいな。子供の頃よく飲んだなーって思い出しました。さて、懐かしいといえば、最近隣のトトロを見たんですよ。そう。友達がトトロの話をしていて、久しぶりに見たいなと思って見たんですよ。そしたらめっちゃ良かったんです。なので今回は大人になって感じたトトロの良さをお話ししていこうと思います。皆さんは隣のトトロ知ってますか？スタジオジブリっていう日本の会社が作ったアニメ映画です。スタジオジブリは日本で一番有名なアニメ制作会社と言ってもいいんじゃないでしょうか。ジブリって海外の方ではどれくらい知られているんですかね。日本ではテレビでジブリアニメが定期的に放送されるので、日本で育った人で見たことないっていう人は珍しいと思います。ジブリ映画で何が一番好きっていう会話は日本人なら絶対したことありますね。小さい頃はトトロが一番人気だった気がしますが、大人になってからはトトロっていう人あんまりいないんですよね。千と千尋の神隠しとか、天空の城ラピュタとかが人気な気がします。さて、子供の頃から何度もテレビで見てきたトトロなんですけど、その頃はトトロ太ってるなとか、猫バス乗りたいなとか、そんなことを考えながら見ていました。大人になって久しぶりに見てみたら、小さい頃は気がつかなかったトトロの良さを感じたので、今日はトトロの何が良かったのかをお話ししていこうかなと思います。一応、あらすじを簡単に説明しておくと、お母さんの病気をきっかけに、綺麗な空気の田舎に引っ越してきたサツキとメイっていう姉妹と不思議な生き物トトロの交流を描いた作品です。まずこの作品の何がいいって、どこか懐かしさを感じられるところですね。トトロでは大きな木とか綺麗な川、ちょっと古い家、自然に囲まれた風景とかがすごく丁寧に描かれています。映像の美しさはジブリ作品の特徴でもあるんですけど、私はジブリの中でもトトロの映像は特に好きです。子供の頃に感じていた自然に対する漠然とした怖さみたいなものがうまく表現されているので、それも懐かしさの原因かもしれません。私小さい時から自然に囲まれた場所で育つことに憧れていたんですけど、この作品の影響絶対あるなって思いました。あとは、これ舞台がテレビのなかった時代。つまり、今、70代とかの人がまだ子供だった頃なんですね。だから、
当然携帯もないし、冷蔵庫もクーラーも出てきません。さつきの家には電話がなくて、お父さんに連絡を取るために、他の人の家で電話を借りる場面もありました。私はその時代を生きていないんですけど、なんか懐かしいんですよね。日本出身でない方も、この懐かしさ感じるんですかね？気になります。はい。さて、皆さん話はちょっと変わりますが、トトロの正体は何だと思いますか？子供の頃は、トトロが何なのかなんて考えたこともなかったんです。トトロはトトロって感じで。モンスターなのか、お化けなのか、宇宙人なのかとか、そういうものに当てはめて考えていなかったんですよ。でも、この間見たときは、トトロって何なんだろうって気になってしまって、調べたんですよ。そしたら、人間との戦いに敗れたトトロ族の生き残りだって出てきたんです。で、トトロはすごく年寄りで、1302歳とか、3000歳だとか、いろいろな説があるそうです。私的には、妖精とか、精霊とか、自然を生き物として表したものなのかなと予想していたので、思ったより現実的というか、ありそうな話だなと思いました。はい。あとは、家族愛をすごく感じましたね。今になって見ると、いろんな登場人物の気持ちになって見ることができますね。子供の頃はメイン視点で見ていた気がするんですけど、今は、さつきとか、お母さんとか、いろんな人の気持ちに共感できます。例えば、さつきとメイがお母さんのお見舞いに行くシーン。メイはお母さんにすぐ抱きつくんですけど、さつきは恥ずかしくってすぐに抱きつけないんですね。そこでお母さんがメイを待たせて、さつきの髪を溶かすんですよ。で、さつきは、大きくなったら、私も髪もお母さんのようになるって聞いて、お母さんは、多分ね、あなたはお母さんにだからって言うんですよ。これさつき嬉しかっただろうなぁと思います。大好きなお母さんに似てるって言われて、お母さんからしてみれば、この言葉と行動は、さつきに対する最大限の愛情表現だったんじゃないかなと思います。私も妹がいる長女なので、さつきの気持ちはわかりますし、そのさつきの気持ちを汲んで髪を溶かすことで、愛情を伝えるお母さんの気持ちも伝わってきて、そういう何気ないシーンがすごく響きました。あとはメイがトトロに会った場所にお父さんとさつきを連れて行こうとするシーンで、その時はもうトトロに会う道はなくなってしまっていたんですよね。で、メイが本当にトトロいたもん、嘘じゃないもんって泣きそうになっちゃうんですけど、その後お父さんはメイが嘘つきだなんて思ってないよって言ってくれるんですよ。優しい。このお父さんは本当にトトロがいたと思ってるかわからないですけど、それでもメイの気持ちに寄り添ってあげている素敵なお父さんですよね。あと、今回トトロを見て寂しいって感じたんですよ。
なんでかっていうと、もう子供の頃の純粋な気持ちは取り戻せないんだなって感じたからです。トトロは子供の目線で見た世界を描いているので、物語に入り込んでいるときは、すごく純粋な気持ちで見ることができるんですけど、ふと現実に戻ると、トトロなんていないよなと思ってしまう自分がいて、ちょっと悲しくなりました。今の私がもしトトロを知らない状態でトトロに出会ったとしたら、怖ってなって、全力ダッシュで逃げると思うんですよ。さつきみたいに傘貸してあげたりできないですよ。これは作品の中でも表現されているのかなって思っていて、メイが真っ黒クロスケを見たとき、お父さんは明るいところから急に暗いところに入ると目がくらんで真っ黒クロスケが出るのさって言うんですよ。真っ黒クロスケが目の錯覚だって言ってるんですよ。現実的ですよね。そう。トトロは子供にしか見えないっていう設定もありますし、そういう大人と子供で世界の見え方が違うってこともこの作品のテーマの一つなのかなと思いました。ということで、今回のエピソードでは隣のトトロについてお話ししました。どうでしたかね？大人も子供も楽しめるトトロ。見たことない方はぜひ見てみてください。見たことある方は好きなシーンを教えてください。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。